イザナギの神、イザナミの神。日本の国土を生み、あまたの神々を生み出した2柱。イザナギの神、イザナミの神。神話の中心に立つ創造の夫婦神の物語です。まだ形の定まらない大地を前に、2柱は天津神の命を受け、雨の浮き橋に立ち、雨のぬぼこを海へと差し入れます。矛をかき回し、引き上げたその先から滴るもの。それが積もり、小野頃島が生まれました。2柱はその島に降り立ち、雨の御柱をめぐって互いを呼び合い、夫婦となりました。そして淡路島をはじめ、四国、九州、本州へと続く大谷島国が次々に形作られていきました。国土が生まれるたびに、世界は少しずつ輪郭を得ていきます。国土に続いて生まれたのは、山、川、海、風、木々、自然界そのものを司る神々。2柱の働きは、世界の隅々へと広がっていきました。しかし、火の神、火のかぐ土の神を生んだとき、イザナミの神はその身を焼かれ、ついに黄泉の国へと去ることになります。愛する妻を追い、イザナギの神は黄泉の国へ足を踏み入れます。そこで見たのは、変わり果てたイザナミの神の姿でした。2柱は生と死の境で別れを迎えることになります。よもつ平坂での別れ。イザナミの神は死のそばへ、イザナギの神は生のそばへ。2柱はここで世界の2つの流れを分かち持つ存在となりました。地上へ戻ったイザナギの神は黄泉の汚れを払うためにみそぎを行います。水に身を浸し、衣を脱ぎ、体を清める。その過程から多くの神々が生まれました。そして最後に、天照大神、つくよみのみこと、スサノオのみこと、三騎士が生まれます。ここからまた、新たな神話の世界が静かに動き始めていきました。国を生み、神々を生み、生と死の境で分かれた2柱である、イザナギの神とイザナミの神。その物語は今も、生まれること、愛すること、別れること、そして再び生きることを静かに映し続けているのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名、イザナギの神、イザナミの神。古事記ではイザナギの神、イザナミの神。日本書紀ではイザナギの御事、イザナミの御事と表記されます。2柱はまとめて君に神と呼ばれることもあります。イザナはイザナウを意味する語に由来する説があり、キ、ミは男女を示す語とされ、2柱の婚姻と国生み、神生みを象徴する神明と考えられています。所属、天津神、神代七代の第7代。神代七代の最後に現れ、初めて男女一対の姿で具体的な活動を行う神となります。天津神の命を受けて国生みを行ったと明記され、この2柱からが明確に天津神として扱われるという説もあります。イザナミの神は死後、よもつ国の主催神、よもつ狼としての側面を持つため、単純に天津神としてだけ捉えるより、神格の変化を含めて理解されます。性別、雨の御柱をめぐって互いを呼び合う場面は、日本神話における男女の結びを象徴する場面として知られています。別名と表記揺れ一例。文献や記載箇所によって
さまざまな表記揺れが存在します。同一視される存在一例。熊野信仰では二柱がそれぞれ早玉の狼、伏見の狼と重ねられます。与物狼はイザナミの神が与物国へ去った後の神格として現れる名称です。またイザナギの神を追って道を塞ぐところから知識の狼と呼ぶ伝承があります。司る者、国土の生成、神々の生成、生命の誕生、婚姻と結び、みそぎと払い、生と死の境界、与物国。二柱を合わせてみるなら、生み出す力そのものを象徴する神々と言えます。イザナギの神はみそぎ、払いの神格。イザナミの神は母神、生成の神格と死後の与物狼としての側面を併せ持ちます。主なご利益。縁結び、夫婦円満、子授け、安産、延命長寿、厄除け、病気平癒、開運承福、心身の清め。二柱は生命を生み出した親神として家庭、縁、生命に関わるご利益と深く結びついています。鎮座地。広く知られる社の中からいくつかを挙げています。イザナギ神宮。イザナギの神が国生みの大業を終え、淡路に隔離宮を構えたという伝承を持つ古社。イザナギの命、イザナミの命を祀る代表的な聖地。多賀大社。お多賀さんとして親しまれる大社。延命長寿、縁結び、厄除けの神として古くから信仰される。古事記にも大海の多賀に鎮座すると記される。花の岩屋神社。イザナミの神の装置と伝えられる聖地。巨大な岩壁そのものをご神体とする古い自然信仰の姿を今に伝える社。天居。いくつかの主要な文献を挙げています。古事記、国生、神生、与物国、みそぎ、三騎士誕生まで日本神話の中心となる物語が連続して語られる。日本書紀、イザナギの命、イザナミの命として登場。複数のアルフミに遺伝が収められ、古事記とは異なる展開も見られる。出雲の国不土記。二柱に関わる神明や地方伝承が確認できる。縁起式。イザナギ神社、イザナミ神社など二柱ゆかりの神社名が記録される。神事周囲。国生、小野頃島から始まる世界。雨のぬぼこから滴るものが積もり、最初の島、小野頃島が生まれます。二柱はそこに降り立ち、雨の御柱をめぐって婚姻を結びます。ここから淡路島、大屋島国が生まれ、日本列島の原型が形作られていきました。神海。自然そのものを生む力。山、川、海、風、木々。自然界を形作る神々が次々に生まれます。日のか土の神の誕生で、イザナミの神は命を落とし、その死の際にも多くの神々が生まれます。イザナミの神は生と死の両方を生む神として描かれます。与物国。生と死の境界が分かれる瞬間。イザナギの神は妻を追って与物国へ向かいますが、その姿を見てしまったことで、二柱は決定的な別れを迎えます。与物平坂を塞ぐ岩。それは生と死の境界そのもの。イザナミの神は一日に1000人を殺すと告げ、イザナギの神は一日に1500の産屋を建てると応じます。こうして死と生が
それぞれの側へ分かれていきます。みそぎ、新たな神々の誕生。世もつ国から戻ったイザナギの神はみそぎを行い、その清めの中から三騎士が生まれます。天照大神、つくよみのみこと、スサノオノミコト。ここから日本神話は天照大神の高間ヶ原、スサノオノミコトの海原、つくよみのみことの夜の世界へと広がっていきます。二柱が映すもの、イザナギの神とイザナミの神の物語は国土の始まりだけではありません。生まれること、愛すること、失うこと、そして新しい命へつながること、人の営みそのものを静かに映し続ける物語なのかもしれません。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を止めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。